コニカが好き。ミノルタめっちゃいいです。こんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。前回の動画では富士フイルム X-E4 っていうこのカメラで一緒に使いたいレンズみたいな感じで紹介をしてきたんですけど、今回はマニュアルフォーカスのレンズを何点かこの辺に並べてるんですけど、こういったものとかちっちゃいレンズとか大きいレンズとかいろいろあるんで、どのようなマウントアダプターを使えばいいかとか、実際に X-E4 につけて見た目はどんな感じになるかっていうところについて紹介していきたいと思います。正直 X-E4 に関してはそのマニュアルフォーカスのレンズで実際に撮ってみているわけではないので、撮ったことはあるんですけど、そんなに頻繁に使っているわけではないので、見た目の部分についてどんな感じかっていうところについて紹介していけたらなと思います。よかったら最後までご覧ください。では行ってみましょう。まず M マウントの方なんですけど、マウントアダプターについては LMFX っていう感じの名前がついているものを使えばいいかなと思います。 M マウント系のレンズって結構最短撮影距離が 0.7 とか 0.8 とか結構長いというか遠いというか、そういったレンズが多いんですけど、焦点のマウントアダプターに関してはここのリングを回すとヘリコイドがぐるぐると伸び縮みするので、これで接写ができるようになったりするんですけど、このタイプはちょっと高めになってまして2万円ぐらいですかね。実際使ってみたらやっぱいい感じだったので使い続けてます。ヘリコイドがついてないタイプのものだったらキポンとか、有名どころでいうといろんなメーカーのものを扱っている K&F コンセプトのものとかがあるんですけど、 K&F コンセプトのものだったら 3,4 千円で買えるんじゃないですかね。最初にお試しで買うとかそういった感じで考えられている方だったら K&F コンセプトのものを買えばいいかなという感じです。じゃあまずマウントアダプターからつけていきたいと思うんですけど、こんな感じです。 M マウントのマウントアダプターってこんな感じで結構薄いタイプになっているので、これが結構いいんですよね。昔のオールドレンズとかだったらこのフランジバックとかの関係でマウントアダプターがかなりごつくなったりするんですけど、この M マウントのタイプだったら結構ここが薄く済むので、見た目だけの部分でいうとこの M マウント系がいい感じに収まるんじゃないかなと思ってます。まず1つ目のレンズなんですけど、ミノルタでも M マウント互換のレンズが出てるんですけど、 M6 コール 40mmF2 っていうレンズです。このレンズ小さくてめちゃくちゃコンパクトですごいかっこよくて、かなりおすすめできるかなと思うんですけど、価格がもちろん中古しかないんですけど4万とか5万で購入できるかなと思います。実際に X-E4 につけてみるとこんな感じです。めちゃくちゃかっこいいですね。すごく気に入ってます。このレンズ自体めちゃくちゃ気に入ってますね。でこれは何回か撮ったことがあるんですけど、作例的になんかいいものがあればちょっと一緒に載せておきます。 M6 コールについてはこんな感じです。めっちゃかっこいいな。X-E4 がコンパクトなので、やっぱコンパクトなこういうすごい小さめのレンズってかっこいいですね。こんな感じのレンズです。このレンズめっちゃおすすめです。次なんですが、コニカの M ヘキサノン 28mmF2.8 っていうレンズです。これが KM マウントで M マウント互換のレンズなんですけど、コニカヘキサ RF っていうカメラを買った時に、フィルムカメラなんですけど、そのカメラを買った時に一緒についていたレンズです。実際につけてみるとこんな感じです。ちょっと重ためなので重心が前寄りになってしまうんですけど、見た目はめちゃくちゃ合うんじゃないかなと思います。これがもしマウントアダプターなしでこのレンズ、このボディにつけられるとしたらめちゃくちゃ最高な組み合わせになるんじゃないかなという感じです。見た目がこんな感じですね。焦点距離が 28mm なので APS-C だったら 40mm 前後ぐらいのレンズになるので、結構使いやすい焦点距離になるんじゃないかなと思います。標準ぐらいのレンズかな。だいたい標準よりちょっと短めかな。でもこれ 28mm ってフルサイズで使うと難しいというか、下手したらのっぺりしたような感じの写真を量産してしまうような画角ではあるんですけど、広角レンズってそんなもんですよね。結構難しいと思うんですけど、これが標準レンズになると結構使いやすいかなと思います。最短撮影距離が 0.7 なので、ちょっと遠めではあるんですけど、見た目はめちゃくちゃ合いますね。すごいかっこいいです。というかこの昔のレンズ、このレンズは2000年ぐらいのレンズなんですけど、その辺のレンズでもやっぱかっこいいですよね。最近のレンズとはちょっと違うかっこよさが、もちろん最近のレンズもかっこいいんですけど、めちゃくちゃ好きです。はい。次はちょっと古いレンズなんですけど、これ何年ぐらいかな、結構昔のレンズではあるんですけど、シルバーのレンズ。
これがフォクトレンダーノクトン 50mmF1.5 の L マウントのタイプのレンズです。めちゃくちゃレンズ自体かっこいいんですけど、これがやっぱ最短撮影距離とか 0.9 メートルとかだったりして結構撮りづらいんですけど、XE4 と似合うかどうかというところですね。これ L マウントなので M マウントに変換しないといけないんですよね。なので薄型のすごい小さいリングがついてるんですけど、これをつけることによって M マウントに変換することができます。これに変換した上でこんな感じでつけます。ブラックの方が似合うのは間違いないかなとは思うんですけど、ブラックとシルバー結構合うんじゃないかなと思います、個人的には。このレンズはレビュー動画出してるって言ったんですけど、一応3万円から4万円ぐらいで買えるかなと思います。続いてがこれですね。カール・ツァイスの C ゾナ T スター 50mmF1.5 ZM なのでまた M 互換のレンズですね。 M マウント互換。ちょっとフィルター取ろうか。フィルター取った方がかっこいいですね。ではこのレンズもつけていきたいと思います。これめっちゃ似合いますね。これも最短撮影距離が 0.9 で、結構このレンズは撮りづらいというか、難しいと言われることも多いんですけど、個人的には結構写りが好きなので富士フイルムでも使ってます。新品で買うと多分11万円、いや9から10ぐらいかなだと思うんですけど、中古で僕は買ってるんで、中古で6万とか7万とかそれぐらいで購入できたかなと思います。作りもめちゃくちゃ良くて金属製で重みもあって、やっぱこういうレンズって所有欲を満たされるって、よく言うセリフではありますけど、そういうレンズです。結構ツイッターでもフォロワーさんフォローさせていただいている方もこのレンズを使っている方とかいらっしゃるんで、すごい人気のあるレンズかなと思います。おすすめです。ライカ M マウント系のレンズについてはこんな感じで、4本紹介してみたんですけど、注意点としては最短撮影距離が長いこと、遠いことと、あとはお値段ですね。ライカのレンズは僕は持ってないんですけど、 M マウントにつけることができるレンズっていうのも結構比較的高めですね。なのでちょっとやっぱり気軽に手を出せるっていう感じでもないですね。例えばですけど、富士フイルムのこういう XE4 とか XT4 とか3とかその辺いろいろあると思うんですけど、オールドレンズをつけて雰囲気のあるような写真を撮りたいというふうに考えられている方は、僕の思っている中で言うとこういったミノルタのレンズ、これは 55mmF1.7 っていうレンズなんですけど、こういうレンズとかすごいおすすめかなと思います。このレンズそんな状態がいいわけではないんですけど、僕はこれは多分そのフリマアプリとかそういったものを経由して購入させていただいてまして、なんぼだったかな、4000円とか5000円ぐらいで購入できたかなと思います。こういうレンズって映ればいいかなっていうふうに僕は思っている節がありまして、もう完璧なレンズを求めてらっしゃる方もいると思うんですけど、僕は正直別に何でもいいかなと思って、4000円5000円で買えるならお試し価格っていう感じで購入してます。ではマウントアダプターはキポンの MDFX っていうこういった感じのマウントアダプターを購入してます。多分マウントアダプターもレンズと同じぐらいのお値段するんじゃないかな。いや2000円ぐらいで買えると思うんですけど、比較的お安い感じだと思います。でこのマウントアダプターなんですけどごついんですよね。仕方ないんですけど、多分嫌な方は嫌だと思います。このレンズ自体は結構小さめではあるので、そんなに違和感ないかな。全然許容範囲内かなと思います。ただ重いですね。ちょっと重い。でタクマとかもこんな感じの見た目になるんじゃないかなと思います。雰囲気ですけど、全然かっこいいかなと思います。個人的にはかっこよさで言うと、やっぱりこの見た目のコンパクトさとかそういうことを重視すると M マウント系の方が見た目はいい感じかなと思うんですけど、マウントアダプターさえちょっとどうにかなれば、どうにかならないんですけど、これがどうにかなったとしたら結構 XE4 にもすごく似合うかなと思います。で写りはすごい良くて、ミノルタのレンズに関してはこの近いところでいうと 50mmF1.4 っていうのもあるんですけど、それも何回か2回ぐらい僕は使ったことがあって、こっちは売ったんですよね。なんで売ったのかちょっと分かんないんですけど、なんとなく本当になんとなくなんですけど、55mmF1.7 の方が個人的には結構好きな描写だったかなというふうに感じてまして、よりオールド感があるというか、
雰囲気のある描写だったようなイメージがこっちの方が強いんですよね。なので、4000円とか3000円、4000円、5000円ぐらいで、そのぐらいのお値段で、オールドレンズを試してみたいという方にとってはかなりおすすめのレンズだと思います。ミノルタめっちゃいいです。よし、じゃあ最後なんですけど、コニカヘキサノン 50mmF1.7、 さっきのが 55mm で F1.7 なので、こっちの方が少し広めに撮れますね。最近のミラーレスとかからカメラを始めた方にとってはコニカっていうメーカーはそんなに馴染みのあるものではないかなと思うんですけど、このヘキサノンっていうのは結構写りはすごく良くて、僕的にはヘキサ、RF ヘキサ AF とかその辺を使ってきてめちゃくちゃ気に入っているメーカーで、今でも残ってたら嬉しいなと思うメーカーではあるんですけど、その事業的にはソニーが引き継いだっていう形にはなってるんですけど、まあコニカが好きです。ちなみにこのレンズ2000円ですね。僕はヤフオクで2000円で購入しました。で、曇りとかカビとかも全然なくて、ただ単にこのレンズ人気がないですよね。人気がないから安いっていうレンズです。多分人気がないというか、需要がないから売れないから安くせざるを得ないっていう感じのレンズだと思うんですけど、めちゃくちゃいいレンズだと思います。マウントアダプターも一応ちゃんと作ってくれてるんですよね。さすがの K&F コンセプト、何でも作ってますよね。でこれがK/AR-FX AR から FX マウント、富士 FX っていうのは F が富士フィルムで X が X マウントの X なので FX って毎回ついてるんですけど、これはさっきのキポンのというかミノルタのものに比べるとちょっと薄めではあるので、比較的コンパクトに収まるんじゃないかなと思います。これ見た目そんななんかめっちゃオールドレンズがついてるっていう感じにならないですね。このラバーのところとかちょっと昔っぽい感じはめちゃくちゃあるんですけど、これも最近ちょっとぶっちゃけ使ってないんですけど XT4 と一緒に使った写真とかあって、これもめちゃくちゃ写りいいですね。ミノルタの MD レンズもなんですけど、どちらも最短撮影距離が55センチなので比較的撮りやすいです。 M マウント系よりも撮りやすくてすごくおすすめじゃないかなと思います。ちょっとこれまた使おう、ちゃんと使ってみて、またレビューというか写真だけの動画とかも僕作ってるんで、そういったのもやってみたいと思います。1234566本のレンズを紹介してみたんですけど、マニュアルフォーカスのレンズってたくさんいろんな種類があるので、ミラーレスの APS-C でもこういうレンズを使っていくと、結構楽しめるかなと思います。レンズの性能をしっかり発揮するっていう観点で見ていくと、四隅までしっかり写せるようなフルサイズの、フルフレームっていうんですかね、そういうしっかり全体を使えるようなフルサイズのカメラを買えばもっと楽しめるのかなとは思うんですけど、富士フイルムの場合だったらやっぱりそのフィルムシミュレーションと合わせて、オールドレンズを使うとよりオールド感が出て、すごくなんか本当にフィルムで撮ったような写真とかも表現することもできると思いますし、実際やってる方もいらっしゃいますし、僕はあんまりそんな感じで上手にできてはいないかなとは思うんですけど、そういった楽しみ方もあるかなと思います。僕結構好きで読んでる本があるんですけど、Kindle なのでちょっと画面は見せることができないんですけど、見せていいんかな、表紙だけだったら。本って中身とか見せちゃいけないと思うんで、表紙だけなんですけど、鈴木さんという方が書かれているオールドレンズの新しい教科書っていうこの本があるんですけど、これ僕結構好きでちょいちょい読んだりしてるんですけど、オールドレンズを楽しむ上で購入すべきボディとか、どういうボディに組み合わせたら面白いかとか、こういうレンズがおすすめとか、もう本当にいろんなレンズを使われてる方なんで、もうロシア製のレンズとかライカ系のレンズとか M マウント L マウント、他にもリケノンとか、そういったいろんなレンズを本当にたくさん使われている方で、めちゃくちゃ参考になる本があるので、それもちょっとリンク貼らせていただきたいなと思うんですけど、もしよかったら見ていただければなと思います。めっちゃ楽しい本です。今回紹介したレンズは今まで個別動画として、レビューしているものもあるので、その辺のリンクはまたいつものように概要欄とかこの辺かな、わかんないですけど出るようにしておきますので、もしよかったら参考にしてみてください。僕のチャンネルは X マウントのレンズの方がやっぱり見ていただく方が多いので、あんまり興味湧かないかもしれないんですけど、
こういった世界も結構楽しかったりするので、XE4 ではそんなに使ってないんですけど XT4 と組み合わせて撮った写真とかも結構あるので、もしよかったら参考にしてみてください。でこんな感じで今回は終わろうと思うんですけど、最近Twitter ではなくて、Instagram の方を今年から新しいアカウントを始めてアカウントを作って楽しんで結構頻繁に投稿しているので、もしよかったらそちらの方もチェックしてみてください。今回の XE4 とマニュアルフォーカスのレンズを組み合わせた動画がもしよかったなと思ったり参考になったなと思った方は、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた。